この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。実はアウデュイーノからこんな製品出ていたの皆さんご存知でしょうか？こちらです。もろに産業機器みたいな見た目をしているこちらはアウデュイーノオプタという PLC プログラマブルロジックコントローラーです。アウデュイーノプロシリーズのうちの1製品です。アウデュイーノがこんな製品出しているのかと思うんですけども、これはリレーメーカーのフィンダーとアウデュイーノが共同で出している製品です。一応ホビー用途のアウデュイーノと産業用 PLC との橋渡し的な位置づけの製品かと思うんですけども、今回はこれを実際に使ってみてどんな感じなのかというのをレビューしていきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。今回はディジキー日本語 YouTube チャンネル開設5周年を記念した企画を実施します。ディジキー日本語チャンネルでは5年間にわたって200本以上の動画を作ってきて 7.5 万人もの方に登録いただいている状況です。これを祝うためにプレゼントが当たるテッククイズを実施します。全問正解した方全員にディジキーオリジナルのガジェットバッグをプレゼントします。どんなバッグが当たるかはお楽しみです。誰でも参加可能なのでぜひ応募してみてください。さらになんと NXP セミコンダクターが出しているマイコンの開発ボードも抽選で当たります。こちらについてはディジキーテックフォーラムへの登録や投稿が必要なので、気になる方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。そもそも PLC とは何かについてですが、これは物理的な配線とリレーの組み合わせで実現していた制御を PLC 上のソフトウェアで制御できるように置き換えたものです。昔の工場の自動制御はリレーを大量に使ってそれらを配線して組み上げるリレーシーケンス制御が使われていました。ただこれはいろいろと問題を抱えていて、制御を変えようと思うと配線のやり直しが必要で手間がかかっていたり、それに加えてリレーは消耗品でメンテナンスも大変、消費電力も意外と多いです。そしてそもそもリレー自体がサイズ的に結構大きいといういろいろ問題を抱えていました。それですと扱いにくくてメンテナンスも大変ということで PLC が登場しました。PLC はこれまでリレーと配線でやっていた制御プログラムを PLC 上のソフトウェアに組み込んでしまうというものです。こういったリレーを使った制御でラダーズって聞いたことあると思うんですけど、リレーでやっていたラダーズをそのまま PLC 上のソフトウェアで組んで同じことをします。その信号のオンオフでリレーの接点を閉じたり開いたりすることで大電力を制御しています。まとめると制御などの複雑な部分は PLC が担当して電力のオンオフはリレーが担当するということになります。こちらが実物です。アウデュイーノとは言ってはいますが中身は基本的には PLC です。ただアウデュイーノ IDE でスケッチの書き込みをしてアウデュイーノとしても使えますし、この後出てくる PLC IDE という開発環境でラダーを書いて PLC として使うこともできます。さらにラダーとアウデュイーノのスケッチを組み合わせて高度な制御なんかもできるようになっています。ただ使っていて一番良いポイントというのはアウデュイーノのライブラリーが使えるとか使いやすい環境が最初から用意されているとかそういった部分ですね。簡単にですけど用意されているポートの仕様も見ていきます。まず左上が電源供給です。こちらの PLC は 12V から 24V 入力対応なので一般的な産業用 PLC と同じように使えます。その右側にデジタルアナログ兼用の入力ポートです。アナログ入力の場合は最大 10V、デジタル入力の場合は 24V です。アナログ入力については電圧入力であって電流入力には対応していません。電流入力をやりたいのであれば別売りの拡張モジュールが必要になります。出力については4チャンネル分のメカニカルリレーがあります。 250VAC、10A なのでモーターの突入電流にさえ気をつければ大体の負荷には使えそうです。ただ PLC 自体が結構高価なものですのでメカニカルリレーの寿命を考えるとモーターなんかの大電力負荷のオンオフ制御をする場合は外部にこういったコンタクターをつけたりしたいですね。こんな感じで入出力については必要最低限の数だけが用意されているといった感じです。小規模なプロジェクトであればこれで足りるかとは思います。オプタには実はいろいろモデルがありまして、今回購入した最上位モデルから一番の入門用のライトまで含めて、どのモデルも入出力のポートとプログラミング用の USB、そしてイーサーネットポートがあります。ここから一段グレードを上げるとこれに加えて RS485 を加えたモデルがあります。もう一度グレードを上げた最上位のモデルですと Wi-Fi、Bluetooth などの無線機能を搭載した Wi-Fi というモデルになります。
今回買ったのは Wi-Fi でして一番上位のモデルです。なんですけども、今のところ Wi-Fi や Bluetooth を使って何かするみたいな予定はないので、とりあえず全部できる最上位のモデルを買っておこうというふうにしました。予算次第ではありますが、一番安いライトが税抜き25,000円。今回買った Wi-Fi が税抜き33,000円です。Wi-Fi 経由で PLC の中の変数を吸い出したりだとか、スケッチを書き込みたいとか、そういった需要がない限り、基本的にはライトでも大体のことができてしまいます。先ほど少し出てきた拡張モジュールについても少しだけ見ていきます。拡張モジュールについては、こんな感じで連結して使います。連結は5台までできます。基本的に一番左が PLC 本体になって、その右側に拡張モジュールをつなぎます。モジュールの違いはこの辺りの番号で見分けるんですけど、結構小さくてどれがどれか分かんなくなります。今見えているこちらのモジュールは、これはチャンネル数を増やす拡張モジュールでして、16チャンネルのプログラマブル入力と8チャンネルのメカニカルリレーを追加できます。オプタ本体だけではチャンネル数が足りない場合は、この拡張モジュールを使うと良さそうです。これも同じく16チャンネルのプログラマブル入力、8チャンネル出力なんですけども、出力部分についてはソリッドステートリレーとなっています。定格は 24V2A ですので、低電圧で高速にスイッチングしたい場合はこの拡張モジュールを使うと良いでしょう。そして最後のモジュール、こちら。これはアナログ拡張モジュールで6チャンネルのプログラマブル入力、2チャンネルのプログラマブル出力、4チャンネルの PWM を追加します。入力出力ともに電圧電流モードを選べます。これは Audioino のオプタ本体にはない機能です。オプタ本体の電圧入出力に対応していないセンサーであったり、アクチュエーターを使いたい場合はこのモジュールが活躍します。ここからは実際にオプタを使っていきます。今回はせっかくなのでファクトリーオートメーション機器らしく、パトライトを使ってイーサネット経由での通信なんかもやってみます。こちらにあるようにオプタ本体とスイッチングハブ、DC 電源とパトライトといった構成です。一応ですね、オプタも Audioino ではあるので、とりあえずは Audioino として使ってみます。Audioino IDE でコードを書いて、それを書き込みます。今回書き込みは USB-C ケーブルを使ってやりました。では実際にやってみます。こんな感じですね。はい。一応動いてますね。こんな感じでボタンを押している間だけ 0.25 秒間隔で点滅するという風なコードを書きました。ちゃんと動いていそうですね。結構適当に作ったコードなので、ところどころ動作はおかしいところがありますけども、なんか動いていそうな感じはしますね。この Arduino のコードの実装でディレイを使ってるんですね。それが悪影響をもろにしてそうな感じがします。押すタイミングによってはなかなか光り始めなかったりだとか、こういう風にずっとついたりだとかですね。あとは離しても消えないみたいな。このあたりの動作についてはですね、PLC 的に使った方が良いのかなと思います。次は PLC として使ってみます。実際にラダーも書いてみたいですからね。この場合は Arduino PLC IDE という開発環境が別途必要になってきます。この PLC IDE の機能をフルで使おうとすると、本来であったらライセンスが必要なんですけども、Arduino Opta にはライセンスが内蔵されているので、最初から全部の機能が使えるようになっています。先ほど販売価格の話が出てきたと思うんですけども、実際にはライセンス込みの価格ということなんですね。実際に使ってみるとこんな感じです。ラダーの図はこのようになっていて、入力のボタンと出力のコイルを用意します。入力の部分についてはプログラマブル入力を割り当てることもできますし、 PLC 自体に最初から用意されているユーザーボタンを使うこともできます。今回はオプタ本体に最初から用意されているユーザーボタンを使うことにしました。コイルの部分には本体に最初から内蔵されているインジケーター LED を割り当てたり、内蔵メカニカルリレーを割り当てたりすることができます。今回はさらにタイマーも追加しました。タイマーに1秒以上入力が入り続けるとタイマーから出力されるというふうにしています。ですので今回の動作としては、ここのボタンを1秒以上押し続けるとインジケーターの LED が光って内蔵のメカニカルリレーを閉じるという動作にしました。実際にやってみるとこんな感じです。ここにあるユーザーのボタンをですね、1秒間こういうふうに押すと、わかりますか？こういうふうにですね、リレーがカチカチ一旦聞こえますでしょうか。内蔵のインジケーター LED もこのようにいい感じですね。実際リレーに電流を流しても問題なんか
しっかりと確かめてみます。感じでね、ちゃんとでやると。これね、白熱電球なんでね、結構熱いですね。気をつけましょう。こんな感じで、はい、押してから1秒経つとリレーが入力されて電気がパッとつく感じですね。押して1秒で離すとすぐ消えると。このようになかなか PLC みたいな動作をしていると思います。さらに PLC のラダーとアウデュイーノのスケッチも組み合わせてみます。まずラダーがこちら。入力ポートに押しボタンをつけて、それを押すと IN1 という変数が1になります。その変数をアウデュイーノのスケッチの方に渡すということをします。これをやる場合、追加で設定が必要でして、ラダーとスケッチの間で共通で使う変数をシェアードバリアブルとして定義する必要があります。さらにスケッチ部分についてもコードを書きました。押したボタンに応じてイーサーネット経由で接続されているパトライトのランプを光らせるということをしています。ここでですね、一つ引っかかったポイントがありまして、それは何かというと、コードの中にコメントとかで全角文字を使っているとエラーが出てコンパイルできません。確かですね、コンパイルまでは通ったんですけど、書き込みの段階でなんかエラーが出てですね、実際オプタ使おうと思っている人は気をつけてください。実際にやってみるとこのようになります。ここにボタンがありますけども、これを押すと、はい、ボタンを押すと同時にパトライトの方も光ります。このパトライトと PLC はスイッチングハブを通して LAN ケーブルでつないでいます。結構しっかり動きますね。もちろん同時 OC も対応していますし、こんな感じで適当にポチポチやってもちゃんと動くと、なかなかいいんじゃないでしょうか。今回はボタンとパトライトという簡単な構成でやっていますが、例えば PLC の入力にはセンサーの出力がつながっていて、センサーが識位置を超えたらリレーに制御信号を出して装置の動作を止めてパトライトを光らせる、そういった応用もできるようになります。スイッチングハブ経由で他のイーサーネット接続の機器とも通信できるようになるのが結構いいですね。というわけで、アウデュイーノから出ている産業用向け PLC のアウデュイーノオプタを使ってみました。アウデュイーノですので、もうちょっと低機能なものかと思ったんですけども、意外とですね、かなりしっかりとしている製品です。小規模な制御を組みたい方だとか、学習用途に使いたい場合なんかはかなりいい選択肢になると思います。価格もイーサーネットがついて 2.5 万円で、無線がついた高機能版は 3.3 万円なので、コスパ的には結構頑張ってる方かと思います。実際他社の PLC はソフトウェアが有料だったり、そもそも個人では購入しづらかったりするので、こういった PLC への敷居を下げてくれる製品は貴重な存在です。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。